Mac 売っちゃおうかな。いや、戦略的に今年末まで Mac 売った方がいいのかなってちょっと思っちゃったんですよ。ほら、高いじゃないですか。別に Mac に嫌気がさしたとかじゃなくて、値段はね、嫌気がちょっとさしてるとこもあるんやけど、戦略的に今売った方がちょっと得するんじゃないかみたいなね、次の世代のね、買い直しとかを考えてね、ということで、いろいろインフレとか、あとドル高とかある中で、今かなり高いじゃないですか。もう全アップル製品高いんで、今、Mac 売り時なんじゃないかっていう動画を今日まとめてみたいと思うんですけど、もちろん今がね、ちょっと高くて値段が下がってないっていうことなんで、M1 チップもね、まだまだ使えますんでね、ほんまに素晴らしいんで、今メインマシンでね、その M1 世代を使ってるっていう人はもうそのまま使い続けてください。今日はだから売ろうかなとか悩んでる人は、今売ったら結構なんか高く売れるんじゃないかみたいな、そんな感じです。まずなんといっても、今、高いんだよ、Mac が。で、特にドル高になってるじゃん。インフレとかドル高とかでめちゃくちゃ高くなってるんだよね。で、このドル高で、そのアメリカ以外が結構さ、値上げしてるんだよね。日本以外も。で、Mac が高くなったっていうのは実は、この金額だけの高さじゃなくて、ライバルのインテルとかと比べても相対的にちょっと高くなってるんですよ。第一世代の M1 チップが出た時って、インテルすごい苦戦してたんですね。第10世代のロケットレイクの時に、よくインテルがやる余裕をぶっこちまくってて、AMD に追いつかれたみたいな世代やったんですけど、性能そんなに伸ばせなくて熱々みたいな感じで良くなかったです。ノートにモバイルの SPU が入ってた時あって、それもやばかったからね。あの当時の Mac を経験してる人は、どれだけインテルが苦戦してたかっていうのわかると思うんです。で、当時 M1 チップが出た時に性能も爆上がりしたんですよね。iPhone からの派生チップでこんなに性能上がるのみたいな感じですごくびっくりしたのを覚えてるんですけども、その時は、値段もお手頃10万ちょっとで MacBook Air とか買えたんじゃないかな。しかも性能もインテルに比べて、あれ何めちゃくちゃ速いじゃんっていう感じで、モバイルでこんな性能出せないよ。グラボと同じぐらいの GPU あるのって感じですごい感動したんですね。相対的にパフォーマンスもすごい戦えたんですね。でもこれが M2 になった時に、インテルがもう第10世代からですね、あいつアルダーレイクが来ちゃうんですよね。アルダーレイクのビガー方式でですね、かなりマルチコアセル伸びてしまって、モバイルももちろん伸びてるんですが、やっぱりデスクトップはインテルの方がいいなっていう感じになっちゃいましたよね。水冷必須になってますよね。で、世代が経つごとに、M3 になってるけども、M3MAX でも、モバイルで比べてもね、やっぱりゲーミング PC になるとね、グラボ用意されちゃうと、ピークパフォーマンスは対抗できないなっていう形になりますので、勝てないところもどんどん出てきた。そして価格も上がってるから、ライバルと比べて相対的にちょっと弱くなってる。すなわち高くなってる。価格も高くなってるし、その価値もインテリよりもすごい高かった分の価値が下がってきてしまったから、とにかく全部高くなってる。価格で一番重要なのはやっぱメモリだよね。つい先日 M3 チップと 8GB のメモリ組み合わせあんまり良くないよねっていう動画を作らせていただいたんですが、そもそも Mac でも 8GB が厳しいんじゃないかなっていう感じになってきましたよね、多分。で、MacBook Pro なんだけども、ベースモデルは価格抑えられてんだけど、もちろんベースということで 8GB のラムなんだよね。これがそろそろ8GB のベースが見直されるんじゃないかって思うんですね。ただ、Apple はこのメモリのアップグレードにめちゃめちゃ旨味を感じてるから絶対なくすことはしないの。僕は 8GB からスタートは継続すると思う。もしかしたら、この 8GB のアップグレード今28,000なんだけど、もうちょっと安く、願わくば半額ぐらいになってくれないかなと思ってるんです。今回 M2 で 8GB だと、シミベンチ回すだってもうマルチコアスコア引っ張られてるし、何よりもレイトレ使いますって言ってるのに、レイトレが 8GB で使えなかったりするんですよね。ちょっとさすがに、このレイトレ追加とか、どんどんメモリを食う要素を入れてきてるんで、そろそろ厳しいんじゃないかなと思ってます。なので、2024年、メモリもしかしたら、Apple さんさすがにもうちょっとね、値段、8GB ベーススタートでもいいんだけども、もうちょっとアップグレード安くしてよ。そして2024年には何よりもこのメモリの問題だけではなくですね、最大のライバルになるかもしれないというね、スナップドラゴン PC がもしかしたらバズる可能性ありますよね。スナップドラゴン X エリートシリーズです。こちらの12コアチップが今予定されてますが結構強いんじゃないのっていう感じですよね。今までモバイルに強かった Mac だけど、初めてこのモバイルになんか正当なライバルみたいな感じで、このスナドラが挑戦してきます。12コアの大きいコアだけ構成ということで、ちょっと形は違うんだけれども、ARM 系チップということで、電力効率の良さを維持しながら、結構パフォーマンス高いらしいんですね。まだ今、その MAX チップぐらいまで性能が対抗できるかっていうと、ちょっとそこは難しいところはありますが、それでも第一世代ということで、僕は結構やっぱり安く投入してくる可能性があるので、やっぱりライバル来ると、アップル製品も値段下げないといけないですよね。
ってことは、やっぱり2024年は値段が下がるかもしれないですよねって思ってるんだけどどうかな。スナドラ X エリートは今出てる感じのスコア見ると、グラフィックがまあ高いんだけども、今の M2 か M3 どっちだって M2 だったかな ?M2 のベースと同じぐらいのグラス性能なんで、ここはもしね、グラボ追加なんてオプションがあるのであれば、興味深い製品になるんじゃないかなと思ってます。まあ、どうなるかっていうと、Mac よりもどっちかっていうと、先にインテル AMD が厳しくなってくる感じがするよね。まあ、インテルはまだ、自分で製造できるっていうね、ファブ持ってるっていう強みがあるんだけど、一番厳しくなりそうなのはやっぱり AMD かな。だって AMD って今でこそね、あまり多分製造数限られてるからめちゃくちゃなんかぐちゃぐちゃになってもね、いろんな世代がさ。っていう感じなんで、一番 AMD がなんかダメージありそうな感じするけどね。まあ、とにかくライバルが増えるとさ、やっぱりバチバチやってくれるとさ、価格競争になるから、それで Mac 安くなると、まあ買うもありがたいですよね。とまあ今 Mac 売った方がいいんじゃないのっていうのは、まあこんな理由で、まあ今 Mac が高いけども、来年、まあもしかしたらアメリカの景気とか、あとインフレとか、ドル高とか、こういうのが判定して安くなるんじゃないのっていう希望もあるけども、そこはまあ、不明瞭だから置いといて、やっぱりライバルが出てくるとかを考えると、やっぱり安くせざるを得ないっていうところもあるんじゃないかなと思うんだね。あとメモリの話もそうだけど。そうすると、やっぱり今が高いって考えると、今一番高い年末まで売った方がいいのかなって思ったんです。ただしこれは注意点もあって、今使わなければいけない Mac は、そんなに急いで売らなくてもいいのかなと思います。というのは、2024年、いい製品出てくるかどうかわかんないからね。特に2024年以降は、これから Mac も他の製品もそうですが、スナップドラゴン、AMD も含めて全てのメーカーがそうですが、厳しい時代になるかもしれません。今の TSMC がね、勢いあるけども、フィンフェと限界来てるからね。でしかも、ライバルのサムスンも、まあ一応 GA で対抗するって言ってんだけど、一応サムスン側は2ナノメートルから TSMC に追いつくって明言してますからね。ってことは3ナノが勝てないんだね。そう考えると、2024年ってあんまり進化したチップは難しいかもしれない。ということで、最悪、この Mac はこれ M3 までパフォーマンス上げてきたけども、それ以降はなかなか M4、M5 って上がりにくい時代になるかもしれない。そう考えると、まあ、少しでも長く M1 使っててもいいのかなっていう感じになるよね。でもすごいスナドラ気になるんだけどね。やっぱり厳しい部分が出てくると、今トップにいる人たちよりも後から来る人の方が差詰めやすいと思うんで、なんかすっごい期待しちゃいますよね。で、多分スナドラ第一世代ってなんか安くさすがに売ってきそうな気するじゃないですか。Mac よりは相当安く売ると思うんで、Windows だよね。グラ精度がまあいらないっていう人も多分いると思うんで、そういう人になんか CPU のパフォーマンスだけ上げて ARM チップ系でっていうことで、すごいスナドラ PC 需要があるんじゃないかなと思ったりするんですね。まあ、もちろん今もね、サーフェスで採用されてたりとかしますが、やっぱりちょっとパフォーマンスが Mac 強すぎるじゃないですか。っていうのもあるので、まあ、ゴリゴリね、強いマシンを出してくれたら、正直、Windows でも Mac でも使えたらいいんで。まあ、どっちでもいいってなったら、どっちかっていうとみんな Windows 選ぶ人の方が多いじゃないですか。ね。特にビジネスユースだったらね、Windows の方がもうバリバリ使いやすいっていうのもあるんで、ちょっと値段次第ではマジでスナドラモバイルは買うかもしれない。さすがにモバイルは Mac メインやから、スナドラ PC をメインに入れ替えるっていうことはないとは思うんですけど、でもマジでグラボ搭載してさ、ゲーミング作ってくれたら、ちょっとなんか、嬉しい。まあ、まだまだ先の話は置いといて、とにかくですよ。こういう理由で Mac を今売っとった方がいいのかなって思ってるわけですよ。いろいろこの動画を作るにあたってね、やっぱり M1 チップ世代もね、結構家の中にあって、まあ M1 Pro とかね、あといろいろあるんで、まあ一個一個売っていこうかなと考えています。で、iMac については、ちょっと置いとこうかなって、ぶっちゃけ iMac あんま使ってないんですけども、配信とかするときに OBS 動かしたりとか、スピーカーとかカメラ結構いいんでこんな感じで撮影したりとか、まあ使い方はあるねんけど、iMac は置いとこうかな。で、Mac はね、MacBook Air M1 チップを使い続けようと思います。あと、20年間使い続けようと思います。20年、30年使ってやろうかなと思ってます。ね、もう OS のサポートとかね、関係ないです。化石になっても使い続けようと思うぐらい、大好きなノートなんで。で最近サブチャンネルの方でライブ配信でね、これのいろいろわけやって修理したんですよ。これ、MacBook Air なんですけども、おいくら万やと思います？なんと93,000円なんですよ。93,000円でメモリ 16GB、SSD512GB ですよ。めちゃくちゃ安くないですか？これを買ってしまって、私、なんていうの、
ちょっと神経質なところがあるので、キーボードですね。全部入れ替えしました。ごめんなさい、キートップだけはね、キートップだけ入れ替えさせていただきました。というのも、これちょっとキートップ問題がありまして、ライブ配信でめっちゃ安いの買ったよってやって紹介してたら、なんとキーボードが不良でコーヒーこぼされてました。コーヒーこぼされてて、これ返品してもいいよってメーカーさんに言ってもらったんやけども、まあでも値段結構安いからさ、どうしようかなと思って、ちょっと自分で剥がしてみてさ、スペースっていうほなでコーヒーつってたから、ちょっと拭いたら治るんじゃないかっていうことで、結局全部剥がして、清掃したら、もう見事治りました。まあ、キーボードね、剥がして、キーキャップを全部新品に変えただけやから、こういったことね、中古でもさ、いいよね、キーキャップ変えたらなんか、ここは若干新品っぽい感じするもんね。うん。ということで、キーキャップ変えた人は、サブチャンネルね、アップル専用のサブチャンネル実は持ってるんですよ。そこでライブ配信とかでね、修理とかやってるんで、よかったら、そっち見てください。何の話だっけ？そうそうそう。だから、この、16ギガのね、この512ギガストレージのやつを買ったから、これをちょっとメインに置いといて、で、これプラス、同じ、その MacBook とか持ってるわけですよ。MacBook Pro とか、あと M2 とかね。で、こういうのを持ってるから、こういうのはまあ売っていこうかなと思ってるわけですよ、今のうちに。なんかこの M1 のベースとかはね、いくらぐらいで売れるんかな、今。で、来年以降なんかね、それ、値段がちょっと暴落したら嫌やなっていうところもあるんで、一旦ここでこの、買ったね、こいつ 16GB の M1、MacBook Air をまあ置いといて、そして iMac も置いとこうかな。あとは全部ね、iPad とかどうなるかわかんないですけど、今のうちにちょっと売っていこうかなと考えております。まあ、とにかく今日の動画まとめると、まあ今 M1 チップも M2 チップもね、M3 は出たばっかりやけども、ちょっと高い、高騰してるじゃないですか。で、来年以降ライバルが来るから、もしかしたら価格競争、特にメモリなんかさすがに安くしてくれへんかなと思うんですけどね。そういうことがあって、まあ今この値段が高い時に年末まで売ろうかなっていう感じです。やっぱり来年はスナドラの第一世代、これがどれだけ、第一世代から絶対アピるためにめっちゃ値段安くすると思うんですよ。M1 の時も安かったじゃないですか。だから、初めにとりあえず、第一世代で売れへんかったら、ポテたらさ、結構後々製品に影響あるから、僕は第一世代はね、狙いやと思うんですよね。うん。だからこれが安く導入されるからさすがに結構チャンスじゃないかなと思います。この Apple の優位性ね、Mac の優位性が、またちょっとこのスナドラが出ることによっても、低くなっていくので、今 Mac の価値がめちゃ高くなってると思うんであれば、今売っちゃいましょう。